もうちょっと抵抗してもいいと思うんだけど、それとも、これは私の愛を受け入れてくれたってサイン？うん、答えないんだ。黙ってると、イエスだって受け取るけど、反応なしか。そうだよね。受け入れたにしてもプライドがあるからね。うなずいたりはできないよね。別にいいよ。抵抗しても、逃げても、通報しても。私は人生のすべてをかけて君を追っているんだから、警察に突き出されても文句は言わない。それとも、ストーカーになるなら男女が逆だって心配してたりする？今は前例がたくさんあるしね。男性側の被害を受けることも珍しくないんだよ。地方の警察でも邪険に扱われることはほとんどないはず。ストーカーだって証拠も残ってるし、君が通報した時点でこの関係は終了。縁が切れればそこで終わりなんだから。気にする必要はないでしょ？じゃあ、どうして通報しないのか当ててあげようか。本当はそういうのは別として、女の子に興味があるんでしょ？それとも、私が女の子にしか興味がないはずなのに、君をストーキングしていることが気になる？単純な話だよ。だって君、女の子にしたらすごく可愛いと思うんだ。これは私の勘だけど、何もかもが女の子に向いていると思う。だってそうでしょ？自分から積極的に異性にアプローチしないくせに、いつだって相手の行動を待っていて、たとえ歪んでいても相手に好きだって示されると答えたくなってしまう。そんなの、童話のプリンセスか、都合のいい夢物語だって思わないかい？だってそうだろう？女性が力を持って物語の主人公になるのは近代に入ってから。絵本も文化も昔の価値観で縛られている。そんな中で対等な男女の価値観や差別や偏見にとらわれずに相手を見ることができる人ってどれくらいいると思う？私はね、ほとんどいないと思うよ。だって私は物語のお姫様よりも王子様に憧れる存在だから。自分が異質だと分かっているから、普通の女の子じゃ物足りないんだよね。だからさ、お姫様の素質がある男の子を女の子に変えた方がいいんじゃないかって、そう考えたんだ。今時性別を変えるなんて大したことじゃないと思わないかい？手術も薬も一般的なんだから。君が女の子になってしまえば何もかもが解決する。そう思うだろう？あ、心配はいらないよ。もし相性が悪い、価値観が合わないと感じたら、君が男に戻って、私が諦めればいい話さ。それだけで恋人ができたという事実は残るし、恋人相手だったら、できることはたくさんあるでしょ？ただ追い詰められて、主導権を握られるだけでは、物足りないと思うのが人間というものさ。十分な対価はあると思うんだけど、どう思う？ほら、早く答えてよ。ここまで言って否定しないのは、肯定する部分があるからだと思うけど。うん、まあ、そうだよね。君は追い詰められるのが好きなタイプだから、拒否したくないんだよね。そう、無理やりされたっ
ってことにすれば、いつだって被害者になれる。自分が相手よりも上に立って主導権を握るより、相手に主導権を渡して、自分が都合のいい形で好きにされて、いざという時は他人に泣きつけるのがいいんだよね。君はいつだって悲劇のヒロインで、傷つける人間はいつだって悪者。自覚がないのかもしれないけど、私は君のそういう純粋なふりをしたエゴイスティックなところが好きなんだよ。素直に歪んでいて、自分勝手でわがままで、ゾクゾクする。我が身を振り返って嫌悪感が湧かないのが不思議だし、話を聞きながらも否定できない。むしろ危険だからこそ、自分の本音を言い当てられるからこそ魅力を感じてしまう。そういうところ、とても可愛いと思うよ。じゃあ、そんな君にご褒美をあげよう。目を閉じて、口を開けて。嫌だなんて言わないよね。君はこれから何が起きるかも含めて予想していると思うけど。さあ、いい子だ。じゃあ、君の何もかもを奪ってあげるね。まさかファーストキスだったりした？口移しされることぐらい予想できたでしょ？何を飲ませたか。想像がつくよね。そう、性別を変える薬で、短期的には惚れ薬、媚薬の作用もある薬だよ。性別を変えればホルモンバランスも変わるからね。とっても感情的になってしまうのも道理だろう。本当は薬を飲んでしばらくは安静にしないとダメなんだけど。こういう風に自分を追い詰めてくる人間がいる場合は、どうなんだろうね。でも、これで君の大好きな言い訳の口実ができたね。今からする会話は、全部薬のせい。自分が思っていなかったことは、私のせいにできるんだから。それで、何がしたいのかな？君の本音を教えてくれない？君は何を言ってもヒロインでいられるんだから、正直になれるでしょ？君はもう女の子になっていて、ストーカーに無理やり性別まで奪われてしまったんだから、力がなくて抵抗ができなかった。怖くて言いなりになるしかできなかった。ああ、そうだね。薬でぼーっとして思い出せない。そんな風に証言してもいい。出るところに出れば、私が加害者になることは変わらないからね。追い詰められて頭が真っ白になってしまったとか、それらしいことを言えば誰も疑わないでしょ？君は被害者で悪いことなんて一つもしてない。ほら、白黒はっきりしている。私に無理やり迫られて言わされるとしたら、どんな言葉がふさわしいんだろうね。君の願望を聞きたいな。どんなに歪んだものでも受け止めるから。胸が高鳴ってきたでしょ？君はどこまでもド M で追い詰められるほど気持ちよくなるタイプなのは知っているから。こうやってリードされて、
都合が悪くなったら手のひらを返せるのがいいんだよね。いるよね。恋愛に吊り橋効果のドキドキを求めて、フィーリングが合わなかったら勘違いって切り捨てたい人。運命のヒロインはいつも残酷で、条件に合致しない人間は冷酷に切り捨てられるものだから。ほら、素直になろうよ。ひょっとしたら私も切り捨てられる痛みを感じたいだけのただの変態さんかもしれないよ。君はどう思う？それともこの状況、君が一番嫌いな人の運命を握っている感じがして辛い？考えてもみなよ。自分から危険を近づけているくせに本当にただの被害者になれるわけないでしょ。被害者だと思い込めれば楽だろうけど、自分が誘ったのではって考えてしまえばもう逃げられない。一生自分にはそんな面があるんだって向き合わないといけない。私が本当に知りたいのは、君がその事実と向き合ってどんな選択をしてどんな表情をするかだよ。私はね、きっとどんな表情をしても君のことがもっと好きになるよ。口移しで薬を飲ませたからなんて理由じゃないよ。惚れ薬としての効果は私にもあるからね。でもそうじゃない。人間はね、自分の存在を左右しかねない決断を迫られたとき、一番輝くものだから。それが向き合って受け入れるものでも、命をかけて逃げる逃走劇でも、その人の全てが凝縮されることには変わりがないんだから。いいんだよ。本能に身を委ねて、丸ごと全部愛してあげる。君の好みに合わないなら、君の魂のきらめきを感じられるなら、捨てられても構わない。君の全部を私にぶつけてくれないか？私は自分の人生すべてを君に捧げるつもりだから。だから、君の口から答えをくれないかな。愛しているよ、愛しい人。